あなたは数十人が火災で逃げ出せない状況を前に冷静に対処できますか？ 1982 年2月8日、東京赤坂国会議事堂付近にそびえる一流ホテル、ホテルニュージャパン。なんだこの匂いは。その日の深夜、ホテルの9階へ仮眠を取りに来た従業員がエレベーターを降りて感じたのはフロア全体に広がる焦げ臭さ。従業員がフロアを見渡すと、その原因はすぐに分かりました。火事だー！広本の938号室から凄まじい勢いで煙が噴き出していたんです。すぐさまフロントへ戻り消火器を持つと、他の従業員と共に再び938号室へ駆けつけた従業員。ところが無理だ。すでに勢いよく燃え上がった炎を消火器で鎮火することは叶わず、事態は従業員だけではどうにもできない状況となっていました。しかしその場に居合わせた従業員はなぜか誰もがオロオロするばかりで、消防への通報を一向にしようとはしません。一体なぜなのか。実は彼らは事を荒立てて社長に怒られたくなかったんです。激しく燃える客室を前に呆然と立ち尽くす従業員たち。人命救助より社長の機嫌取りが優先されるその現場で、一体何が起こっていたのか。野心を暴走させた男が築き上げたのは、ホテルとは呼び難い欠陥だらけの経営体制でした。オソスルナを溺愛しています。ケンちゃんです。最近乾燥が気になって乾燥対策を知りたいヤミコです。水塗っときゃいい。本日ご紹介するのは、かつて東京赤坂にあったホテルニュージャパンでの大規模な火災について。このホテルはですね、芸能人や海外のセレブとか御用達のホテルだったんですけれども、高級ホテルだった。この火災はそんなホテルにはあるまじき人災とも言える恐ろしいものだったんですよ。人災って言ったら何？ホテル側に問題がある何かがあったってことね。この火災があった日、ホテルニュージャパンでは一体何があったのか。従業員の動きは素人目に見ても不自然な動きばかりだったんです。迫り来る炎。1982年2月8日、東京都港区赤坂。大変だ。深夜3時過ぎ、ホテルニュージャパン938号室の前では、仮眠のためにフロアへやってきた従業員が慌てた様子で声を上げていました。フロア全体に広がっていた焦げ臭さ。匂いの元をたどると、その部屋からものすごい勢いで煙が吹き出していたんです。従業員はすぐさまフロントへ戻り、他の従業員に火災の発生を報告。マスターキーと消火器を持って数人で再び938号室へと向かいます。ヘルプヘルプ。部屋の中から聞こえてくる外国人観光客の叫び声。従業員が急いで扉を開けると、その中ではベッドが大きく燃え上がっていました。そして従業員は必死で消火器を吹きかけますが、くそ、消火器じゃどうにもならない。あまりの火の勢いに消火器での消火を断念。続けて廊下の消火栓を使って火を消し止めようとするも、予想外の水圧にうまく扱えず、とにかくお客様の避難誘導を。結局彼らは自力での消火を諦め、客室を回って宿泊客の避難誘導を優先することにしたんです。しかし不可解なのは、従業員が皆口頭での避難誘導を行っており、火災を知らせる非常ベルも鳴っていなければ、館内放送も一切行われていないこと。さらにこの時その場に居合わせた従業員たちはなぜか全員消防への通報をためらっていたんです。さすがに通報はまずいよな。社長に何言われるか。もはや素人ではどうにもならないその状況で、何をするでもなく右往左往しているだけの従業員たち。結局最初に消防へ通報したのはホテルの前を通りかかったタクシー運転手。その後も通行人から何件も通報が入り、従業員が通報したのはそれよりもずっと後のことだったんです。従業員が揃いも揃ってさ、通報しないだなんて、こんなことになって通報してはいけない理由なんてどこにあんのよ。ほんと意味わかんないですよね。わかんない。こうして通報が遅れてしまったため、消防隊が駆けつけた頃には大惨事になっていたんです。その後間もなくして消防隊が現場へ到着。同時に彼らはホテルの上階へ向かって必死に叫んでいました。危ない、やめなさい。消防隊の視線の先にいるのは建物の窓から身を乗り出した宿泊客。そして必死に止めようとする消防隊の声も虚しく、その宿泊客は9階から飛び降りてしまうんです。ホテル側の避難誘導が不十分だったため、9階に取り残された人々は数十人。炎の熱さに耐えかねた彼らはその後も次々に飛び降りてしまいます。中にはシーツをロープ代わりにし、うまく下の階へ逃れた宿泊客もいましたが、脱出を試みた人のほとんどは失敗し、命を落としてしまうんです。俺想像するだけでゾッとするんだけどさ、炎が目の前に迫ってたら消防隊待ってるだなんて判断とかもう関係なしにどうにか逃げないとってなるわよね、普通ね。そしてすでに死人が出ているこの状況に際しても、ホテル側は信じられない行動に出たんです。
その後消防隊ははしご車による救助と屋内を進む救助隊に分かれ2方向から救助活動を展開。ホテルのフロントへ向かった救助隊は警備員に向かい一刻を争う様子で尋ねました。9階へ行く最短ルートを教えてください。すると緊迫するその状況の中、警備員は眉間にシワを寄せ不機嫌そうにこう言ったんです。すいません、今話しかけないでもらえますか。社長と電話中で手が離せないんですよ。しかし社長の電話と救助隊の案内、どちらを優先すべきかは明白。人の命がかかってるんだ、早く案内しろ。救助隊に一括されると警備員はようやく要求に応じます。結局火の元の9階の非常扉は熱で変形して開かなかったため、救助隊は屋上へ上がって宿泊客を引き上げる方法に作戦を変更。そして最も危険だったのは救助隊が10階の室内で倒れていた男性を救い出そうとした時のこと。危ない。激しい爆発音とともに勢いよく部屋全体に広がった炎。救助隊員はとっさに宿泊客の男性に覆いかぶさり、男性をかばう体勢で炎に飲み込まれてしまうんです。炎に飲み込まれたってもうやばいんじゃないの？本当に危険な状態なんですよ。これはですね、フラッシュオーバーという現象でホテルニュージャパンの火災では頻発していたとされているんです。というわけで本日のメトラーキーワード、フラッシュオーバーについて。フラッシュオーバーとは、室内で発生した火災が数秒から数十秒の短時間で部屋全体に燃え広がる爆発のような現象。物体は温度が高くなると電磁波を発して周囲にその熱を伝えようとします。フラッシュオーバーはその電磁波によって室内の可燃物が一気に発火する現象と考えられているんです。フラッシュオーバーを起こした室内はあっという間に1000度以上の温度に達し、消防隊の防火服でも防げない非常に危険な状態となるんです。その後、救助隊員は間髪入れずに2度目のフラッシュオーバーに襲われ、ヘルメットの隙間から入り込んだ炎で喉に深い火傷を負ってしまうんです。彼はもはや死さえも覚悟したと言いますが、間一髪で仲間の隊員が命綱を引き上げ、男性の救助にどうにか成功するんです。最終的にホテルニュージャパンの火災は発生から9時間後の2月8日12時36分に鎮火。消防ポンプ車やはしご車、ヘリコプターなど計123台、消防隊員649人による大規模な消火救助活動の結果、63人の命が救われることに。一方、炎の熱さに耐えきれず飛び降り亡くなってしまった人が13人、その他消費者を合わせ計33人もの被害者を出す大惨事となってしまったんです。ここまで被害が拡大してしまったことに、ホテル側の対応の問題があったことは明らか。この件に関しホテルニュージャパンの社長横井秀樹が記者会見に応じることになります。そして実は彼の発言をめぐってこの後世間はさらに騒然とさせられるのです。従業員も社長のことを気にして通報してなかったみたいなこと言ってたわよね。そんな問題ある社長なわけ？そうなんです。この社長の記者会見を聞いて腹が立たない人はいないんじゃないかなっていうレベルですね。野心に燃える男。後日火災があったホテルニュージャパンには社長の横井秀樹への記者会見のため多数の報道陣が詰めかけていました。ざわつく会場にオールバックの髪型と蝶ネクタイ姿で登場した横井。そして彼の発した第一声は痛ましい事故の直後とは思えないものでした。本日は早朝よりお集まりいただきありがとうございます。先日の火災ですが9階10階のみで食い止められたのは不幸中の幸いでした。本来なら被害者の方々へのお悔やみや謝罪の言葉が最初にあってしかるべき。それにもかかわらずまるでそれほど被害が出ていないかのような口ぶりの横井に多くの記者が眉を潜めます。しかしこの男の本当の問題発言はここからでした。火災の原因はイギリス人宿泊客の寝タバコ。悪いのは宿泊客で私は被害者なんです。そう、横井が口にしたのは国民の誰もが耳を疑う責任逃れの言葉。多数の死者を出す大事故を前に経営者として軽率としか思えない発言をしたこの男は一体何者なのでしょうか。1913年、横井秀樹は現在の愛知県稲沢市にあたる中島郡平和町で生を受けます。そして横井が後に経営者の道へ進んだのは幼少期の家庭環境あってのこと。もう酒がねえじゃねえか、ふざけんな。若くして足を悪くし仕事ができなくなってしまった父親は毎日昼間から酔っ払っている酒浸り。母親が機織りの仕事をしていたものの家計は苦しく、父親はそのストレスもあって母親にたびたび暴力を振るっていました。そんな家族の様子を前にまだ小学生だった横井が次のように言い出すのも自然なことだったのかもしれません。母さん、僕も働くよ。そこから横井は知人に畑の一部を借り、じゃがいもや白菜などを育てて近所へ売りに出かけるように。そうやって稼いだお金でごちそうを作っては母に振る舞い、いつしかこんなことを口にするようになります。今にでかい工場を建てて母さんを楽させてやるよ。それが横井の心に経営者の野心が生まれた瞬間でした。いや、小さい頃の願いってすごいキラキラした純粋なもののように見えるわよね。後々報道陣の前であんな発言する社長になるだなんて想像もしないわよ。横井はね、お金持ちになりたいっていう思いが
強すぎたのかもしれないですね。その後、横井は15歳の頃に上京。その2年後には横井商店という繊維問屋を独立開業します。そして横井が経営者として大きく飛躍するのは29歳の頃。きっかけは第二次世界大戦でした。軍事産業の需要が高まるチャンスを見逃さなかった横井は海軍中将に取り入って御用商人となり、莫大な利益を手にするんです。そう、幼少期からお金持ちへの野心を抱きながら育った横井はビジネスチャンスを見抜く抜群の嗅覚を持ち合わせていました。戦後軍事産業が廃れると、次は不動産の価格高騰を見越して土地やビルを買い漁り、約20億円もの資産を手にするほどに。ただここまでの成功を手にしても、もともと裕福ではない家柄の横井は世の資産家たちからはただ運が良かっただけの成金としか見られませんでした。生まれが貧乏だからってどいつもこいつも足元を見やがって今に見てろよ。自力で大金を得た後もどこか見下すような周囲のその態度に言い知れぬ苛立ちを覚えた横井。彼はいつしか強引な株の買い占めで多くの会社を乗っ取るようになり、さらに資産を増やすことに躍起になりました。この頃にはとにかくお金持ちになることが第一の目標になっており、母親を楽させたいというあの目標はもはや忘れ去られていたのかもしれません。こうして多くの会社の乗っ取りで名を挙げた横井はいつからか乗っ取り屋と揶揄されるように、火災が発生する3年前の1979年にはホテルニュージャパンの社長に就任しますが、乗っ取り屋の彼はホテル経営に関してズブの素人。何かにつけて利益優先で経営者としての素養が不十分だったことが記者会見の軽率な発言につながってしまったのかもしれません。そして実はそんな横井の経営方針が火災被害が拡大してしまった根本の原因となっていたんです。まあね、横井もいつの間にかお金儲けが経営の目的になっちゃってたのかもしれないわよね。それが第一に来ちゃったらそれはほころびも出るわよ。大事なもん忘れちゃってんだから。横井は利益優先をし続けた一方で、人命救助っていう必要なものを全然準備してなかったんですよ。あのレベルのホテルなのに。欠陥だらけの高級ホテル。経営において何より利益を優先する横井。ホテルとしてはありえない話ですが、彼にとっては防災などは二の次。火災なんてもしもの話。そう捉えた横井は防災のコストを削減して、その他のことに費用を回すのが得策と考えていました。そんな彼が社長に就任して以来、ホテルニュージャパンの防災設備は想像するのもおぞましい状態になっていたんです。まず4階から10階までのスプリンクラーはほとんどが配管の通っていないダミーでした。さらに自動火災報知システムも故障したまま放置。防火扉にしても廊下に敷かれたこだわりの絨毯が邪魔で閉まらず、一切意味をなしていませんでした。当然これらの設備に関しては消防から改善の指導も出ていましたが、横井は予算不足を理由に無視し続けていたんです。こんな状態でお客さん止めてたなんて信じらんないわよ。もう災害時の誘導とかも含めて高級ホテルって名乗れると思うわよ。本当にひどい状況だったんですけれど、じゃあなんでこうなったのかなって時に、横井社長の経営体制っていうのが従業員を締め付けたりっていうのがすごすぎて、従業員もあの社長にいてもしょうがねえだろうっていう気持ちになって通報がね遅れたりとか、消防隊員が現場を訪ねても案内しなかったりとかね、そういったことにつながってったんだろうなと思いますよね。横井の経営のもう一つの特徴は従業員に対する恐怖政治。どのように屈服させていたかは定かではありませんが、横井は社長になってすぐ通常業務の人員を半分に削減。従業員は明らかに一人でこなせる量ではない業務を無理やり一人でやるように命じられていました。挙句給料の支払いが滞ることさえあり、従業員のモチベーションは著しく低下。それでも横井に苦言を言える従業員は一人もいなかったんです。火災発生時の消火設備の使い方、館内放送、非常ベルの動かし方、避難誘導などが不十分だったのは、日々激務の彼らが防災訓練を一切行っていなかったため。消防への通報をためらったのは、ことを荒立て横井に叱責されるのを恐れたからでした。横井に怯える従業員たちは何か不備があった際、社長にバレないように現場だけでもみ消そうとする癖がついていたんです。もみ消せるはずもない火災にさえその対処をしようとしたことは、もはや条件反射のようなものだったのかもしれません。そして火災当日には横井のこのホテルにおける絶対的権力を伺わせる次のような出来事も起こっていたんです。1982年2月8日深夜、激しい炎に包まれたホテルニュージャパンの周辺にはおびただしい数の救急車両が駆けつけ、多くの消防隊員が消火救助活動に汗を流していた。そんな中、ホテルの従業員はまた別のことで必死になっていた。早くルイ14世を運び出せ。唾を飛ばし高圧的に指示する社長秘書。その言葉に従業員は思わず唖然としていた。宿泊客の避難誘導が優先じゃないんですか。従業員が驚くのも無理はない。ルイ14世とはホテルのロビーに置かれている高級家具、ホテルの格式を強調するため社長の横井が配置したものだった。そのルイ14世と火の手から逃げ惑う宿泊客、天秤にかければどちらを犠牲にすべきかは分かりきっていた。しかし社長秘書は声を荒げてこう言った。とにかくルイ14世を死守しろ。これは
社長命令だ。こんな時に人の命を物のように扱うようなこと言うじゃないのよ。そんな家具運ぶ暇あったら救える命もあるわよ、いくつか。常識的に考えたら絶対おかしいのに、従業員が思考停止で従っちゃってるっていう、そのこと自体がさらにおかしいんですよ。結局いくら記者会見で被害者面をしても、消防関係者がホテルのずさんな対応や設備を目撃している以上、横井の責任逃れは通るはずもありませんでした。しかしこの状況に際して横井は最後の悪あがきをしようとします。あの日、炎に包まれながら懸命に救助に励んだ救助隊員の元へやってきたのは横井の秘書。そして秘書から何か話を聞かされると、隊員は怒りをあらわに叫びました。何人犠牲になったと思ってんだ、今すぐそれを持って出ていけ。そう、あろうことか彼はホテルの防災対応や設備に対する口止め料を持ってきたんです。結果この行動は横井の不誠実さをさらに際立たせる要素にしかなりませんでした。こうして火災から5年後の1987年、ホテル内の数々の証拠や関係者の証言に基づき、業務上過失致死傷罪に問われた横井は禁錮3年の判決に。母親を楽させたい、そうやって人のために経営者を志した少年は一体どこで金の亡者になり変わってしまったのか。確かな詳細を持っていた彼が初心を忘れなければ、きっとさらに偉大な経営者になれていたのではないでしょうか。